ハロー、皆さん、こんにちは。ティンカースチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel. 皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？お待たせしました。はい、今日も張り切って予言の方ですね、お伝えしていきたいと思うんですけれども、今回は2024年2月6日に配信されているジョセフ・ティテルさんの番組で配信されていた実況投資予言の回になります。で、こちらがブログではすでに公開を進んでおりまして、これがですね、ナンバー126番の今画面に載っているこちらの回でお伝えさせていただいている回になります。で、ブログでは結構細かくお伝えさせていただいているのですが、今回 YouTube 上ではこの中からかいつまんで厳選してですね、お届けしていきたいと思います。ぎゅっと凝縮していきたいと思います。はい。それではですね、この番組では、ティンカースチャンネルということで、皆さんに考えるきっかけを、提供している番組ですので、これが正しいんですよという答えを提供しているわけではございません。これが答えだというふうに提示をして、皆さんに納得していただくような番組ではございません。ティンカースチャンネルというのは、あくまでも、情報を提供して、その情報をどう使うか、どうインスピレーションを受けて、どういうふうに情報精査をするかというのは皆さん次第になります。なので、この情報社会の今、いろんな私以外の情報もたくさん日々ね、情報を得ていらっしゃると思うんですよ。SNS しかり、いろんなね、テレビでしたり、雑誌でしたり、お友達、周りの知り合いの方が言っている方と、こととかね。いろいろ情報がね、飛び交っている昨今なのですが、そこで自分の宇宙とつながっている直感をどう使って、さらにはどういうふうに情報精査をしていく、そういった心構えですとか、冷静、沈着なね、気持ち、感情の安定があった上で、ご自身でね、納得いく、考え方ですとか、そういうのを、ちょっと磨いていけたらいいなということでやらせていただいております。で、たまにね、ブログでは、見つけたね、ニュースとか関連ニュースとかの記事を載せたりしておりますが、できればですね、一つ一つの予言が今どういう状況なのかっていうのは世間のね、今ニュースとかで照らし合わせて世の中の情報とか洞察というのをすることも、ある程度は可能だと思うので、そういうこともね、できるように、皆さんなればなということで、この情報社会を生き抜く上で考えるきっかけを、受けていただけたらなという思いを込めて配信させていただいております。はい。それでは今回の予言の方を進めていきたいと思います。実況投資という題を私がつけたというのはなぜかというと、ジョセフさんのチャネリングの回のご紹介になるからです。チャネリングというのは、ジョセフさんはサイキックで、投資をしてビジョンを見て、その今の世界線ですとこういうことが起こるというような、その先のビジョンを見ることができるんですね、投資で。で、それを配信の中で直接していらっしゃって予言をしているんですけれども、そのご紹介になります。なので、とても興味深い動画なので、英語にはなりますけれども、ちょっとどんな感じでご本人が配信しているのかっていうのが見たい場合は、私の動画の、今のこの動画の概要欄の方にジョセフ・ティテルさんの動画リンク貼っておりますので、ぜひともちょっとチェックしてみてください。投資どういうふうにやってるかというと、ジョセフさんは椅子に腰掛けて、耳栓、イヤフォンかなんかをして、アイマスクをして、瞑想状態に入り、そこから、スピリットの声ですとか、ビジョンというのを見ていく様をですね、私たちが見ながら、視聴しながら、それをね、投資していくっていう感じなんですけども、その内容のご紹介になります。かなり頻繁に言っていることは、2024年は人類史上最大の分断が発生するよという予言なんですね。で、分断っていうのは結構日本だと二極化という言葉が結構今はね、
よく耳にするワードだと思うんですけれども、二極化、分断、その意見が二手に分かれる、二手に大きく大雑把に言うと分かれるというような現象が、世界中でより一層2020年は起こっていくよというお話なんですね。それで、分裂の前にね、空に何かが、不思議なことが巻き起こるよとジョセフさんは投資をしていらっしゃいました。ジョセフさんがおっしゃるには、大きな揺れとともに地球のプレートが分断されていくという光景を見たらしいんですけれども、その前に空に何らかの兆候が現れるというふうにおっしゃっておりました。なので、その人々の二極化とか考え方の分裂分断というよりも、これはもうフィジカルに物理的に地球のプレートが分断していくというお話に今回はなっています。ジョセフさん曰く、2024年は地球が大きく揺れ、プレートがバラバラと分かれ始めるため、地球上に大きな分断が発生します。川も分裂します。これが起こる前、大勢の人が道端に集まり、空に巻き起こる不思議な現象を目撃するでしょう。今思えば早速ね、この傾向現れてるんじゃないかと思うんですね。まず噴火とか地震が多いですし、なんでそうなっているかというと、一説にはこれは事実かどうかというのはまだ研究中で100% ではないですけれども、太陽フレアの影響で地殻変動ですとか、そういったプレートに影響が起こり、その電磁気ですとか、そういった磁力とか地球の持っている磁力とか、そういうのにも影響が及ぶので、空にねオーロラができて観測できたりとか、そういった場所が増えてますよね。北海道でもオーロラが見えたですとか、青森でもオーロラが見えたのかな。なんかいろんなところでオーロラが、普段ね見えにくいところでもオーロラが見えたりするので、これは大勢の人が道端に集まって空に巻き起こっている不思議な現象を目撃するっていうところにちょっと当てはまってくるのかなとも思います。で、川が分裂するというのはちょっとまだね起こっていないと言いますかわからないんですけれども、洪水とかそういうのは起こりがちなので、今後ねどういった動きになっていくのかっていうのは気になるところではありますよね。で、電気系統の麻痺という予見もちょっとしておりまして、これはアメリカの都市各地にて、それが起こるんじゃないかと予言をしていらっしゃいました。で、この時おっしゃっていたのが、アメリカでの電子系統の遮断などの現象は何回かに分けて起こるでしょう。2025年1月ぐらいまでには起こらないかもしれません。まだ、先の話ですけれども、今後そういうことが起こってくるんじゃないかということをちょっとこの時ね、挟んで発表していらっしゃいました。自然災害と、人口減少のお話もその瞑想の最中にいるジョゼフさんが投資予言で言っていたんですけども、自然災害といったら嵐とか干ばつとか、洪水、噴火、地震、山火事とかいろんなことが巻き起こってくるわけなんですけれども、2024年からはそうした災害がかなり多くなってくるとジョセフさんはこれは前々から予言していらっしゃいました。で、今回もそのことに触れていらっしゃるんですけれども、自然に起こるものとそうではないものがあるとつぶやいていらっしゃいました。まず大きな揺れは人工の場合がある、その人の手によって動いてしまっている部分もあったりするということをおっしゃってるんですね。言ってたのが、大きな揺れはプレートをバラバラにし、川も分断させるでしょう。それは人の手によって起こされたものです。それはカナダ、お米の国、これアメリカですね、と北アメリカ全域に影響します。そしてその影響は波紋となり、世界に影響を及ぼしますと予言していらっしゃいます。これは予言なので、実際にどうかというところはちょっとさておいて、ちょっとね、オープンマインドで受け止めていただきたいんですけれども、そういうことが起こりますよという
ジョセフさんは予言をして、スピリチュアルな感覚で予言をしているので、それをね、ちょっと毛頭に置いて、今後どうなっていくのかっていうのもね、ちょっとインスピレーションを、保ちつつですね、情報生産に励んでいただきたいと思うんですけれども、さっきのね、その川が分断させられるっていうところがちょっとね、被ってくるんじゃないかなと思いました。なので、あながち先ほど空の、中にね、不思議な現象が起こるとかそういうのも、もしかしたら、例えばハープとかそういうね、最新の軍事機器とかそういうのもありますので、その影響で空に何かしらの模様ができたりとか、あとは、気象のね、操作とかで、そういったことが起こるのかもしれないですし、それは私たちがオープンマインドでちょっと想像をして、これもあり得るんじゃないかっていうところをですね、事実ですということではなくて考えていかなければいけないことなんじゃないかなと思います。そして揺れるのは地球自体だけではなくて、政治の世界も揺れ動くとおっしゃっておりました。複数回起こる政界への激震ということで、ジョゼフさんおっしゃるには、政府関係のビルが大きく揺れます。それは今年のリーダー決定戦に大きく影響します。4月の日食にてエネルギーが大きくなります。このエネルギーは人々の精神を刺激するので、考えや行動が過激になったりします。この間ね、4月8日に皆既月食がアメリカとか北米で観測されたんですけれども、そのエネルギーというのはまだまだ充満していって、人のエネルギー、人の精神にも影響を及ぼすので、そういった政界の人々の考えとか行動も過激になりますし、その政府の関係のビルを大きく揺らがす何かにつながっていくんじゃないかというような予言をしていらっしゃいます。これも結構曖昧なので、いろんな見方があると思うんですけれども、なのでだからこそ私たち聞く側はね、特定決めつけずに、ああいうこと言ってたな、もしかしたらこうかもしれない、こうかもしれないっていうことで、時を追うごとに情報も増えていくと思うので、ちょっと情報精査の糧にしていただければと思います。で、その日食のエネルギーによって分断が生まれるというふうにも言っておりました。ジョセフさん曰く、日食のエネルギーは人の心などを刺激します。さっきの精神を刺激するのと同じで、心に作用してしまうので、その影響で真実により立ち向かおうとするもの、そういう人たちが出てきて、真実を強く拒絶するものと、大きく分かれる。だから真実のために立ち上がる人たちと、そういうのはちょっと知りたくもない、今まで通りに生きていきたいという人の分裂が起こるというふうにおっしゃってます。あと前の、ジョセフさんがおっしゃっていた、ちょっと何話目かちょっと忘れちゃったんですけれども、日食が起こると光の高度というライト高度というのが発生するらしいんですよ。で、地球にはシューマン共鳴という、地球全体が共鳴している振動が、周波数があるんですね。で、その周波数にその太陽フレアが影響を及ぼすので、私たちの精神に影響があるということが囁かれているんですね。で、ある出来事がきっかけとなるということをお話ししておりました。それが4月8日の日食をきっかけに、それが発生するのかもしれないですけれども、ジョセフさんおっしゃるには、分断など人々に大きく影響する事柄は特に、ある地球上に巻き起こる出来事により一層強く作用します。これは全てを変えてしまうというふうにおっしゃってます。で、アメリカもそうですが、他の国でもそうです。ということで、今年初めの2024年の世界予言、その1からその5まで配信私したんですけれども、ジョセフさんの予言をその中でもご紹介しておりますが、ジョセフさんは今年は全てを変えてしまう出来事が起こるとお話ししていらっしゃいました。
で、ちなみに、予言が実現してしまう時期というのは、ぴったりと当てることが難しいとジョセフさんご本人おっしゃっているので、もしかしたら今年中じゃないかもしれないですけれども、ここ2、3年のうちに起こるんじゃないかということで、いつ起こってもおかしくないということで、今年に起こるのかもしれないということをシェアしていらっしゃいます。で、出来事は人類の、地球全体にとって必要不可欠なことなのですとおっしゃってました。全てを変えてしまうということは破滅的なことっていうふうに考えすぎるということではなくて、マイナスに捉えるだけではなく、これはジョセフさん曰く地球と、人類にとってこの出来事というのはとても大切な出来事です。新しい地球になるために人々を覚醒させるための出来事が起こるのです。人類が純粋な愛に目覚める時なのです。しかし多くの人々の魂の契約は満了となります。それは2024年から2025年のうちに起こるでしょうと、この時つぶやいていらっしゃいました。この魂の契約というワードなんですけれども、これも過去にジョセフさんお話ししていらっしゃいまして、今画面に出ているこの回でお話ししてるんですけれども、概要欄に載せておくのでチェックしてみてください。要は、一人一人の魂というのは生まれてくる前に、この長さ、何歳までのこの長さで私は生まれてくるよ。このお母さんのもとにこういう人生を歩む。このカルマを、解消するために、下脱するか否かわからないですけども、そのために生まれてくるよという魂の契約をしているので、寿命っていうのは宿命で決まっているとジョセフさんはおっしゃってます。これが事実かどうかはわかりませんけれども、ジョセフさんはサイキックのね、スピリチュアリストとしておっしゃっているのは、その一人一人には魂の契約があるので、その契約が満了となってしまう人々がたくさんいるよ。それは2024年から2025年にそういった状況になるよという話をしていらっしゃいました。確かにその魂の満了っていうと怖いっていうイメージがあるんですけども、もしこれが本当だとしたら、本当じゃなくてもっていうことなんですけども、自分で決めて人生って歩んでいると私は思っているんですね。で、一瞬一瞬やっぱり一秒一秒大切に愛を持ってプラスの波動を出して有意義に生活をして生きていくというのは基本的に大切なことだとは思います。辛くて逃げ出したいことも人生にはあると思うんですけれども、その中でも今という時間をね、最大限に生きているということが一番の幸せなんじゃないかなと思いますので、皆さんちょっと暗くなりそうな予言ですとか暗くなりそうなニュース、情報というのを耳にしてもですね、それにとらわれないということが大事だと思います。自分軸をしっかりと持って一瞬一瞬を生き抜くということが、楽しく生きるということが一番大事だと思いますので、それを忘れないようにしていただければなって私は思います。で、あとは巨大な津波が襲ってくるという予言もしておりました。はっきりとした情報はまだわからないのですけれどもとおっしゃっているんですけれども、言っていたのがとても大きな津波が3つの海岸部分、沿線部分を襲います。3万人が命を失います。インドネシアがだいぶ揺れるので、3つのうちの1つはインドネシアかもしれませんという予言なんですけども、はっきりとは見えていないということなので、ちょっとねこれは曖昧なので、ちょっと頭の片隅にそういうのもあったかなっていうことで覚えていただきたいんですけども、ただ、こんな昨今なので備蓄とか防災とかそういうのを準備しておくというのは心の安定にもつながりますし、大事だと思いますので、まだちょっと十分ではないなっていう方はちょくちょく備蓄とかそういうのをしていただければなと思います。
大きな真実がむき出しになるということもおっしゃっていて、全てが変わることが起きるというさっきの予言なんですけれども、まずやはりね、地球全体に起こるということを思わせる発言をしていらっしゃいました。ジョセフさん曰く、ホワイトハウスはもちろん国会議事堂もそうですが、世界中の政界に激震をもたらします。真実を隠すことはもうできないでしょう。真実の開示は憲法に改革をもたらし、それは人類にとって良いことですとおっしゃっておりました。何かね、ショッキングなことが起こって、そこからね、いい方向に向かっていくのかというような、ちょっと希望があるね、予言なので、皆さんもその、ポジティブな予言をね、キャッチして、ポジティブに生きていっていただきたいと思うんですけれども、金融システムも変わるということで、すべてというのは、もちろん金融システムも変わるというふうにおっしゃってました。インフラも変わります。経済のシステム、食料の供給システムも変わりますので、どこでいつ何が起きても良いように備蓄などの備えが必要でしょうとおっしゃっておりました。そして身内に悪が潜む。これはね、予言じゃなくてもそうだろうなっていうふうに私は個人的に思ってるんですけども、ジョセフさんおっしゃってるのが、その白い家の、アメリカの白い家の裏切り者たちは真実の開示によりバレます。そのさっきの真実の開示ですね。で、この真実の暴露は政界をもう激震させ、カオスを巻き起こしますとおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、軍隊がいくつかの大都市を警備している様子が見えるとビジョンをお話ししていて、政界の勃発したその激震の影響で2024年の下半期はそのリーダー決定戦の最中にそういったことが起こりそうですと。これは全米のいくつかの都市で戒厳令が発令されるためですとおっしゃっておりました。そういった予言があるので、もうちょっと今年のね、アメリカリーダー決定戦、ちょっと目が離せないですね、今年も。で、あんまりね、赤、青、どっちかっていうのに肩入れしないように、私は今回は見届けたいなと、中間の、外側の人間として見届けたいなと思います。ある国を利用して、ロの国を攻撃するという状況が起こると予言してました。ジョセフさん曰く、ドイツは気をつけなければなりません。アメリカがドイツの領土を利用して、ロの国をアタックしようとするでしょうと予言をしていらっしゃいました。ジョセフさん曰く、その闇の支配者らはロの国、そして中の国、イランと、巻き込んで、世界の大戦というのを作り上げようとしていると、サイキック的におっしゃってますので、これはね、サイキックじゃなくても、都市伝説界隈、あと世界情勢を話していらっしゃる方の一部では、第3次来るんじゃないかというお話もしているので、ちょっとこのね、スピリチュアルの観点からおっしゃっている方の発言というのも要注目かなとは思います。そして8月に起こる異常気象のことを予言していらっしゃいました。で、これはね、今回ではなくて別の回で8月ぐらいに太陽フレアがもっと大きなのが連発するんじゃないかという予言も前していらっしゃったので、ちょっとつながってくるかもしれないんですけれども、ジョセフさんこの時おっしゃってたのは、8月になると空は暗くなり、狂ったような気候変動、気候現象が起こるでしょう。8月下旬になると、お米の国の東海岸では大嵐が洪水を起こし、多大なる被害をもたらしますと予言していらっしゃいました。そして10月になると第3の揺れが発生するということで、先ほどの揺れの第3の揺れっていうのは全てが変わる出来事、真実の暴露とか、あと経済のちょっと変化ですね。ジョセフさんおっしゃってたのは、10月には第3の揺れとして経済が大きく激震します。これも、白い家を激震させるわけですが、白い家は何度も揺らされ、やがて分断を生みますと。これをきっかけに、やはり分断を生んでしまう何かが起こると。それがね、アメリカから起こってくるというような、アメリカ人なので、ジョセフさんは、その視点がアメリカ寄りだと思うんですけども、アメリカ、どっちにしろね、アメリカの影響っていうのは、ね、日本にいたら結構感じると思うので、しょうがないと思うんですけども、何か重要なことがホワイトハウスから起こってしまうということですね。
それは経済の激震からの白い家、そしてそれからの全てが変わる出来事ということにつながってしまうとおっしゃってました。そしてあとは北アメリカに地震が多発するということをおっしゃっていて、カナダの東海岸のノバスコシアに地震が来ることが予言されていました。ですが、広範囲で揺れるのは西海岸寄りなんじゃないかとジョセスさんはおっしゃっております。ジョセスさん曰く、太平洋の地殻プレートが動くことで、まずカナダとお米の国の西側が揺れます。その地震のせいで大火事が起こりますとおっしゃってます。そして直後に襲ってくるのが大噴火ということで、これはね、東の話なのか西側の話なのかわからないですけれども、西側に地震が来た直後にラパルマ火山のような大噴火が起こると、この時予言していらっしゃいました。で、2024年は火と水の年です。これらによる多くの災害が起こるでしょうとおっしゃっておりました。で、この火と水の回というのは前にもご紹介していましたので、参考にしていただきますようお願いします。そして日本の皆さん、これ重要だと思うんですけども、日本の地形が変わるという予言がありました。能登半島の地震の時ね、結構な隆起がありましたよね。で、結構むごいことになってたんですけども、あと数年で日本の地形が大きく変わるということが今回予言されていました。ジョセフさん曰く、北アメリカなどの地形が大きく変わる場所は多く発生しますが、日本も数年のうちに地形が大きく変わるでしょうとおっしゃっておりました。どこでどういうふうにいつというのは詳しくは言ってなかったですけれども、そういうふうに言っていて、地図を更新しなければならないほどの変化があるとおっしゃってました。女性さん曰く、各所の地形の変化というのは著しいため、地図を更新しなければならないほどです。沈む島とか新しくできる島、半分になってしまう領土などが発生するでしょうとおっしゃっておりました。地図が変わるってね、相当だと思うんですけども、そういうことが起こるかもしれないということですね。あと、聖ヘレンズ山、ワシントン州に位置する聖ヘレンズという山があるんですけれども、その山に注目しといてくださいとおっしゃってました。なぜかというと、聖ヘレンズは地震が周辺の火山に刺激を与えるからですと。その噴火をするのかどうかはわからないですけれども、観光客が被害に遭ってしまうのがその聖ヘレンズなんじゃないかという予言をしてまして、その地震とかで影響を受けた火山は噴火するというふうにおっしゃってます。で、多くの観光客がそのため被害に遭ってしまうでしょうという予言をしてます。最初の噴火よりも2回目、3回目の方がより大きな被害を招きます。何にせよ、聖ヘレンズさんには気をつけてくださいとおっしゃっておりました。2025年から2026年の大移動という予言なんですけども、人々が大勢移動することがあるということで、今もね、移民問題とかがありますけれども、ジョセフさんおっしゃってたのが、人々が別の土地への引っ越しを余儀なくされるのが見えます。どこに向かうかはわかりませんが、大きなバスで移動するようです。もしかしたら収容キャンプなようなところなのかもしれませんとおっしゃっておりました。収容キャンプ場って結構ね、アメリカとかにはあるみたいなんですけれども、緊急でね、それをね、瞬時に作り上げるという訓練もやっていたんだかやってないんだかというね、一説に都市伝説もありますし、いろんなことがね、もしかしたら昔から計画されてたのかもしれませんと、私はちょっと思っちゃうんですけども、事実はわかりません。あとは、
2024年12月には爆発的なことが起きるとおっしゃっておりました。4月の日食から10月、11月、そして12月というのは爆発的な状況の中、年越しとなるでしょうとおっしゃっておりました。何かその地球全体のことなのか、アメリカのことなのか、ある特定の国のことなのか、それはちょっとわからないです。都市のことなのか。詳しいことはわからないですけれども、どこかで爆発的なことが起きるという予言でした。何百年も続いた政府のあり方、その政治のね、政府のあり方が変わるという予言もしていらっしゃいました。ジョゼフさん曰く、新しい政府の体制が何百年も続いた政府の体制を大きく変えます。確かに何百年もはびこっていた、蔓延していた政府の汚職体制というのが壊されて、新しい政府ができるとしたら、それによって今までの歴史といいますか、スタイルが変わっていくんじゃないかというお話をしていらっしゃいました。で、ちょっと突飛ですけども、ヒマラヤ山脈で世紀の大発見があるということもおっしゃってました。ジョゼフさん曰く、ヒマラヤ山脈で世紀の大発見があります。ヒマラヤではすでに知っている人はいますが、ずっと極秘にされていたことが明かされるようです。ヒマラヤの山の中に黄金の都市が存在するのかもしれませんとお話ししていらっしゃいました。グランドキャニオンにあるピラミッドという話もしていて、ちょっと飛び飛びになっちゃうんですけれども、ジョゼフさん曰く、グランドキャニオンにはエジプトと同じ比率で並んだピラミッドがあります。世界のエリートたちはこの事実を隠しています。世界の多くの歴史が隠されてきていますが、グランドキャニオンのことも開示されるでしょう。古代の人々がつながっていたこと、そしてアトランティス文明が判明するのですと、そういった予言もしていらっしゃいました。その南極にあるアトランティスの証拠が見つかるというお話もしていまして、ジョゼフさん曰く、南極はアトランティス大陸の証拠があります。南極の山の半面の雪が溶け、それがむき出しになるでしょう。古代文明の建物というの、建造物というのはもう人類から隠すことはできませんとおっしゃっておりました。これは発表されたことではなくて、ジョセフさんのあくまでもスピリチュアルの投資で見ていることの発表なので、事実っていうふうにはちょっと受け止めずに、情報として、情報精査するための情報として受け止めてください。そして最後に、イギリスに起こることをこの2月6日の日に発表していらっしゃいました。最近皇室というのがとても騒がしいですが、この時気になることをね、ジョセフさんおっしゃってたんですけども、イギリスというのはお城の中からカオスが始まるとおっしゃってました。確かに今ちょっと始まってるっぽくなってますよね。そして国王に関する物議が出てきます。国王のこの間のね、肖像画っていうのもすごく物議かましてましたよね。そして現国王はやりたくもないのに王様になっています。彼はそうだとジョセフさんは前々から言ってるんですけども、彼の周りは邪悪な組織で囲まれています。この間の肖像画を見てもそんな雰囲気が漂ってますけれども、その国王の周りは邪悪な組織で囲まれていて、彼の言動行動を支配しています。お城の壁が壊れそうです。何か大きなことが出てきそうですと、お城の中から何かがブレイクアウトするような、暴露されるようなことが起きるんじゃないかとジョゼフさんはおっしゃっておりました。今回の予言は以上になります。いかがだったでしょうか。今回のキーワードって言ったら全てが変わってしまうことが今年は起きるんじゃないかということと、あとは日本の地形が変わってしまうということですよね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。考えるきっかけになった、良かったなっていう方はグッドボタンでサポートの方をよろしくお願いいたします。私不定期で投稿してますが、もし興味があればチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。おそらくチャンネル登録しないと私は本当にちっぽけな番組なので一生会うことがないかもしれないんです。なので
皆さん、もまた会いたいよっていう方は、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。次回は、ブログナンバー127番をお届けしたいと思いますので、ご期待です。よろしくお願いします。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinkers チャンネルでした。それではまた次回まで。See you next time. Bye bye. Much love.